女系天皇と女性天皇の違いと、なぜ女系天皇を認めるかどうかが議論になっているのかについて説明をします。で、まず先に全体像の話をすると、天皇は男系か女系か、そして男性か女性かの 2×2 の4タイプに分けることができます。で、男性、女性っていうのはそのままの意味で、その人が男性か女性かを意味しています。つまり、男性天皇ってのは男の天皇、女性天皇ってのは女の天皇のことです。で、日本の歴史上、男性天皇はもちろんなんですけど、っていうのは現在がまさにそうだからです。男性天皇はもちろんなんですけど、女性天皇も存在していたことがあります。で、これが過去に存在していた女性天皇です。で、ちなみにこの女性天皇はこの後説明をする男系の男性天皇が成立するまでの中継ぎ的ポジションでした。そして現在は女性天皇は認められていません。皇室のことについて定めた皇室典範でそのように定められているからです。皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承するって書かれてます。で、ややこしいのが男系女系の方です。で、これは代々続いてきて受け継ぐことになった天皇の血筋が父親由来なのか母親由来なのかを意味しています。つまり男系天皇っていうのは父親が天皇の血筋を持つ天皇のことです。で、母親は民間人です。で、女系天皇っていうのは母親が天皇の血筋を持つ天皇のことです。父親は民間人です。で、日本の歴史上、女系天皇は存在したことがありませんし、現在でも認められていません。皇室典範第1条に、皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承するって書かれています。過去の天皇を見てみると、男系の男性天皇が最も多くて、男系の女性天皇は8人10代のみ存在していました。さっき図で示したやつです。で、女系の男性天皇と女系の女性天皇は過去には存在していません。つまり今までの天皇はみんな男系天皇なので、どの天皇も家系図で父親の方をずっとたどっていくと、最終的に初代天皇と言われている神武天皇に行き着くっていうことになります。で、ここまでの説明だとまだイメージがつきにくいと思うので、家系図を使って説明をします。なんですけど、現在の皇族の方々の家系図を使って、〇〇様が天皇になったら男系の男性天皇、誰々様が天皇になったら男系の女性天皇みたいに説明するのはなんか失礼な感じがするので、サザエさん一家の家系図で説明をします。波平のお父さんが天皇だったとします。で、波平のお父さんがとある女性と結婚をして、海平、波平、凪江が生まれました。で、海平と波平が天皇になった場合は、父親が天皇の血筋を持つ男性の天皇なので、男系の男性天皇っていうことになります。一方、凪江が天皇になった場合は、父親が天皇の血筋を持つ女性の天皇なので、男系の女性天皇っていうことになります。で、もし、凪江が天皇になってとある男性と結婚をし、その2人から生まれた子供である典助が天皇になった場合は、母親が天皇の血筋を持つ男性の天皇なので、女系の男性天皇っていうことになります。で、ここでは波平が天皇になったとします。で、波平は船と結婚をして、サザエ、カツオ、ワカメが生まれました。じゃあ、サザエ、カツオ、ワカメがそれぞれ天皇になった場合、何系の何姓天皇でしょうか。サザエは男系の女性天皇、カツオは男系の男性天皇、ワカメは男系の女性天皇となります。で、2021年現在、過去に存在したことのない女系天皇を認めるかどうかが議論になっています。なぜかというと、2021年現在、皇位継承者が少なくて、このままだと天皇の血筋が断絶するかもっていう不安があるからです。で、現在の皇室典範では、男系の男性天皇しか認められていません。サザエさんの家系図で言うと、典助は女系の天皇になってしまうので、天皇にはなれないわけです。っていうか、凪江は民間人の男性と結婚した時点で皇族の身分を離れることになっています。っていうのも皇室典範第12条で、
皇族女子は天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは皇族の身分を離れると定められているからです。で、ちょっと話が脱線するんですけど、皇族になれないノリスケが権力をゲットしようと思ったら、自分の娘を天皇の后にして、天皇と娘の間に生まれた子供を天皇にして、母方のおじいちゃんになるっていう方法があります。これが平安時代に藤原氏が摂関政治のところでやったやつ、外戚政策です。で、藤原氏が自分の息子じゃなくて娘を天皇家に入れているのは、天皇は男系天皇じゃなきゃいけないからです。ただ、ノリスケの場合は、いくらちゃんが実は男の子なので、この手は使えません。で、話が脱線してしまったんですけど、とにかく、この家系図の中だと、波平の次に天皇になれるのは、勝男しかいないんです。サザエさんとマスオさんの間に生まれたタラちゃんじゃダメなんですよ。タラちゃんは女系の男性天皇になってしまうからです。っていうかさっきのナギエの例と同じで、サザエさんがマスオさんと結婚した時点でサザエさんは皇族の身分を離れます。つまりカツオしかいないんですよ。まだカツオがいる分、波平の次の天皇に不安はないからいいんですけど、でもカツオが天皇になって誰かと結婚して、多分花沢さんなんですけど、誰かと結婚して子供が生まれた時に、もし女の子しか生まれなかったらどうするのっていう問題があります。こうなったらまずいですよね。それでもカツオと花沢さんが頑張ってっていうとなんか意味深なんですけど、頑張って男の子が生まれるまで頑張れたら OK なんですけど、花沢さんだって人間なんだから限界があります。こんな感じで皇位継承者が少ないと超大問題なんです。そして実際、現在の皇室では同じような問題が起きています。1965年の秋篠宮文仁親王の誕生から2006年の悠仁親王の誕生まで41年間も男系男子が生まれなかったんですよ。悠仁親王の誕生によってなんとか持ちこたえそうな感じはありますが、悠仁親王の次の世代で男系男子が生まれるかは当然分かりません。で、ここまで聞いた人の中には、いやいや別に女系天皇でもいいじゃん、皇室典範第1条を書き換えればいいだけでしょって思った人もいると思います。なんですけど、女系天皇を認めた瞬間、日本で約2000年続いてきた伝統が崩れてしまいます。別に伝統なんていいじゃんっていう考えもあるかもしれないんですけど、約2000年国のトップの血筋が途絶えることなく続いてきたっていうのはむちゃくちゃすごいことなんですよ。こんなにも長く一つの血筋が続いているのは世界中を見渡しても日本しかありません。例えば4000年の歴史を持つと言われる中国だって王皇帝の血筋は変わりまくっています。隋が滅んでとか唐が滅んでとか勉強したじゃないですか。あとモンゴル人に国が征服されたりもしてるわけですし、あとそれに1911年の辛亥革命で王皇帝はいなくなって現在の中国には王皇帝はいません。あと他にはヨーロッパの国でも〇〇朝っていうやつが変わりまくってますよね。こんな感じで世界中を見渡してもこんなにも長く一つの血筋が続いているのは日本しかありません。とにかく約2000年国のトップの血筋が途絶えることなく続いてきたっていう日本の伝統はものすごく貴重なことなんです。そしてその価値を世界中の国々が認めているそうです。約2000年国のトップの血筋が途絶えることなく続いてきた皇室が果たしてきた役割っていうのはすごい計り知れないんですよ。そんなわけで女系天皇を簡単に認めるわけにはいかないわけです。ただ女系天皇を認めたら日本の伝統が崩れてしまうんですけど、かといって男系男子だけに限定していたら天皇の血筋が断絶するかもしれないっていうのは事実なので、現在安定的な皇位継承のあり方をめぐって議論がなされています。はい、以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。